こんばんは。シンプルに暮らす40代独身 OL のあきです。1000個捨てチャレンジの途中ですが、今日は趣向を変えて秋服のご紹介です。秋服は11着。最初に新しく購入した洋服3着。秋服全紹介。最後にコーデの順で紹介します。少数精鋭で過ごすための洋服選びのコツなどもシェアするので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは好きなものに囲まれて暮らすシンプルライフを発信中です。すっきり暮らしたい方はぜひチャンネル登録お願いします。早速新しく購入した3着をご紹介します。1着目はノーブルのボウタイブラウス。こちらは買い替えです。ボウタイブラウスですが、きちんとしすぎずオンオフどちらにも着られるのが魅力的です。唯一残念なのはサテンブラウスという名前ですが、サテン感が少ないところです。2着目はローブブランのニットカーディガンです。初めて購入したブランドです。ずっと気になっていたのですが、ようやくポップアップで試着できて購入に至りました。最近は試着しないと買わないと決めていて、今回もそのルールで、決め手はラベンダーの色味、そして厚みがあるのに着太りしないコンパクトなシルエット、そしてタイムレスなデザインで長く着られそうなのが決め手でした。3着目もローブブランのもので、ホワイトのパンツです。フロントのスリットが特徴的なパンツです。ちょっと開封したてでポワポワしちゃってうまく取れなかったですね。ブラックばかりなのでホワイトのパンツが欲しくて探していました。骨格ウェーブの私に合うパンツはなかなかないのですが、横脚も目立たず胴長にも見えず、スタイルが漏れている気がします。お値段は少し高めでしたが、フラットもヒールも合う万能さに惹かれて購入しました。次に年間12着チャレンジの進捗です。洋服買いすぎ防止のために年間12着チャレンジ、1年で12着しか服を買わないチャレンジをしています。今年購入した服は春服3着、夏服4着、秋服3着で合計10着です。もう今年も終わるので、なんとか12着で収めたいところです。でも正直に言うと、推し活関連の衣類、ツアーティーなどや部屋着を買っているので、実際衣類という分類ではもう少し多いです。最近の課題は推し活に伴うものの増加です。でもこのチャレンジをしたことによって衝動買いが減り、稼働率ほぼ 100% のワードローブになったので、若干枚数が守れてなくても意味があったことだなと感じています。以前は洋服が原因で、なんだか今日は憂鬱だなとか、この服を着ている時に誰かに会いたくないなと思う日に限って誰かに会っちゃったりで沈む日があったのですが、それがなくなったのがこのチャレンジをしてよかったなと思う点です。来年もこのチャレンジ私は続けていく予定なので、洋服ついつい買いすぎちゃうよって方はぜひチャレンジ取り入れてみてはいかがでしょうか。秋服全11着をサクサク紹介します。まずはトップス、全部で6着です。色をネイビー、ラベンダー、白の3着に絞りました。色を絞ったことで服選びの失敗が減りました。秋は短いので春服と兼用できるアイテムを選んでいます。そしてデザイン性のあるトップス。長らくファッション難民で一時期若作り感が気になって総入れ替えしたものの、今度は地味になりすぎてしまったんですよね。そこでデザイン性のあるトップスを取り入れてみたところ、いいバランスになってきた気がします。まだ若作り感は否めませんが諦めました。次にボトムです。全部で4着です。カラーはブラック、ネイビー、ホワイトで統一しました。とにかくすっきり見えるを重視しています。私は横脚かつ骨格ウェーブで下半身の存在感があるので、目の錯覚を狙ってハイウエストのものを選ぶことが多いです。以前はどのトップスとどのボトムを合わせても着れる服を意識していましたが、あまりにも同じようなコーデになってしまって、最近はそこまで着回しに固執しなくていいかなと思うようになりました。最後にコートです。コートは1着です。カジュアルに羽織れるものがもう1着欲しいなとは思っています。ここからは1週間の着回しコーデをご紹介します。まずはノーブルのボウタイブラウスにナトータリテのレーススカートを合わせました。どちらもベイクルーズのブランドなので相性がいい気がします。前から動画を見てくださっている方にはまたこの組み合わせかと思われてしまいそうですが、結局はこのような無難な感じが好きなんですよね。バッグはザンケッティで、パンプスはワコールです。ジュエリーはティファニーのバイザヤードに田崎のコメットリング、田崎のパールピアスを合わせました。やっぱり地金の色を統一するとまとまりがいい気がしますね。
次にトップスそのままでノーブルのステップパンツを合わせました。パンツの裾がステップになっているので抜け感があり、足がすっきり見える気がします。ジュエリーはティファニーのバイザヤードにカルティエのエタニティリング、カルティエの時計です。時計は1本しか必要ないと思って他のを手放したので、ずっとこれ1本です。ちょっと寒い日はグリーンレーベルリラクシングのツイードカーディガンを羽織ります。カーディガンネイビーなのでバッグもネイビーにしてみました。こちらのバッグはテリーブレイクのもので YouTube を始めて初めていただいた PR で感慨深いバッグです。パソコンが入るサイズなので重宝しています。パンツはそのままでバーニーズニューヨークのブラウスに変えました。袖にデザイン性があるのとパールがついていて可愛いです。ところで話がそれるんですが、私この動画を作る前にファッション系の動画を見たり本や雑誌をチェックしたりいろいろリサーチしたのですが、アラフォーでバリキャリではないけどパソコンは持ち歩くよっていう仕事が参考になるものってなくないですか？皆さんはどんな雑誌やメディアを参考にされているんでしょうか？コメントで教えてもらえると嬉しいです。ジュエリーはネックレスはなしで、田崎のコメットリング、ピアスもパールで揃えました。次にノーブルのラベンダーブラウスに同じくノーブルのワイドパンツを合わせました。このブラウス、今年はホワイトとグリーン出ていて可愛かったです。このパンツはノーブルの名品と言われていますね。すごく足が長く見える気がします。ジュエリーはティファニーのバイザヤード、カルティエのエタニティリングと時計、バンクリのオニキススイートです。今バンクリの値上げが噂されていますね。スイートのピアスいろいろ集めたかったのですが、もう私には手が届かない代物になってしまいそうです。昨年沖縄 DFS で100万円近く使ったのかな。自分にめちゃくちゃ引きましたけど、あの時決断してよかったなと今は思っています。5コーデ目はトップスをノーブルのボータイブラウスに変えました。無難なオフィスコーデですね。ネイビーのトレンチを羽織ります。なんかバッグがですね、いつもどうしようかなって思っちゃいますね。以前コメントでもいただいたのですが、バッグと靴が課題ですね。6コーデ目はロールブランのパンツに同じくロルのニットを合わせました。ニットは1枚でも着れますが、最近昼はまた暑かったりするので T シャツに合わせました。パンツはウエストがハイウエストで腰の位置も高く見えてセンタープレスが効いているので O 脚も目立たず足がすっきり見えて最高です。ネックレスはバンクリのマザーオブパールをつけました。マザーオブパールはフェミニンなのであえてカジュアルな服につけるのが好きです。ピアスは田崎のリファインドシリーズです。パールが好きな今日この頃です。最後7コーデ目はラトータリテのニットとラトータリテのスカートです。こちらのスカートは1年を通して着れるのですごく重宝しています。カラー展開が増えていてブラウン、ベージュ、サックスブルーがありました。買い足すかだいぶ悩みましたね。靴をブーツに変えました。ホワイトのブーツ手放したのですが、やっぱり欲しいなと最近思い始めています。ホワイトのブーツどうだろう、使えるかな。バッグはマルベリーです。この色味本当に可愛いですね。はい、今回は秋服を紹介しました。洋服をたくさん持っていた頃は、今日はコーデが決まらずなんだか憂鬱だなと思うことが多かったのですが、洋服の数を見直したことで毎日前向きに過ごせるようになりました。あとやっぱり消耗品ではあるので、一着一着をたくさん活用してシーズンが終わったら手放すが私には合ってるなと改めて思いました。前回衣替えと断捨離の様子を動画にしているので、よかったらそちらもご覧ください。次回はまた1000個捨てチャレンジに戻り、本、書籍、写真など紙物を片付ける予定です。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価していただけるととっても励みになります。寒くなってきたので体調に気をつけてください。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。